仲の悪い姉妹。野口雨情。ある村におすぎとおこんという仲の悪い二人の姉妹がいました。お母さんは二人の仲が良くなることを祈っていつも心配をしていました。ある夜、今まで見たことのない7つか8つくらいの子供が庭へ来ました。そして山の方を指さしながら、姉のおすぎ、妹のおこん、仲が悪くば山の神様のむくどり様にお頼みなされ、と歌っていました。お母さんは不思議に思って庭に出て行きました。すると子供は裏の橋を渡って逃げてしまいました。子供はその次の夜も次の次の夜も同じように庭へ来て歌いました。お母さんが出て行くといつも橋を渡って逃げていくのでした。お母さんはその歌が山の神様に会いに行きなさいという意味の歌だと知りました。ある日、二人の姉妹を連れて山の神様に会いに山へ行きました。一番高い山の上まで行くと、山の神様は木の根へ座って長い真っ白なひげをなでながらこちらへ来ました。お母さんと二人の姉妹の顔を見るとすぐ山の神様は、よしよし、わかった。むくどり、むくどり、と言って、杖で地面をトントンと叩くと、むくどりが飛んできました。むくどり、お前の国へこの姉妹を連れて行くのじゃ。むくどりは、かしこまりました。と言って、二人の姉妹に白い布で目隠しをしました。そして大きな無垢の木の穴の前へ連れて行きました。この中に一本道があるから何にも考えずにまっすぐに歩いていくんだよ。と二人の姉妹を木の穴の中へ入れました。そして入り口の戸をガチャンと閉めてしまいました。二人は真っ暗な穴の中の一本道をムクドリに言われたように歩いていきました。もう一里ほど来たと思う頃、そっと目隠しを取ってみました。するとそこは広い広い野原でした。野原の中には自分と同じくらいの年の子供があちこちに立っていました。姉のおすぎは一人の子供に「こんにちは」と言いましたが、
その子供は石のお地蔵さんのように黙っていました。おすぎは聞こえないのかしらと思って、こんにちは、こんにちは、と大きな声で何度も続けて言いました。でも子供はやっぱり黙って返事をしませんでした。今度は一人一人に、こんにちは、こんにちは、遊びましょう、遊びましょう、と言って歩きましたが、遊んでくれる人は誰もいませんでした。妹のおこんも、こんにちは、こんにちは、遊ばせてください、と言って歩きました。でもみんな聞こえないふりをして後ろを向いてしまいました。仲の悪い二人の姉妹は一りぼっちになってポカンとして見ていました。すると向こうの丘の上に大勢の子供たちがいました。子供たちは手をつないで楽しそうに遊んでいました。姉のおすぎはそこへ行って仲間に入れてもらおうと思いました。そして丘の下まで行きました。妹のおこんも一緒に遊ばせてもらおうと思って丘の下まで行きました。でも二人の足は動きません。二人がどんなに一生懸命になっても向こうの丘の上へは上がれませんでした。姉と生まれて妹となって仲が悪くてムクドリさんに暗い一本道を送られました。ここは仲良い姉妹ばっかり、仲が悪くば登られませぬ。足がすくんで登られませぬ。と向こうの丘の上で大勢の子供が歌う歌が聞こえました。二人の姉妹は急に悲しくなりました。そして地面へ伏せて泣いてしまいました。するとムクドリが飛んできて、こうすれば上がれるんだよ、と二人の手を握らせてくれました。二人は不思議と簡単に丘の上へ上がることができました。丘の上の子供たちはいつも楽しく遊びたければ姉と妹と仲良くなされ、とおすぎとおこんの手を取って歌ってくれました。ムクドリもうれしそうに、いいかい、忘れてはいけないよ、と二人の姉妹に言いました。それから二人にまた白い布の目隠しをして、元来た暗い木の穴の一本道を通りました。そして山の神様のところへ連れて戻りました。山の神様は、それで結構結構、と言って
とても喜びました。二人は生まれ変わったように本当の仲の良い姉妹になりました。そしてお母さんと三人でムクドリに送られてお家へ帰ってきました。